徹夜して作ったんだ。おー、あれはもう飽きちゃった。俺ってさ、すぐに熱中するけどすぐに飽きちゃうんだよね。だからきっとこれもすぐ飽きちゃうんだろうけどさ。でこれは春にあげようと思って作ったんだ。はい、あげる。うん、何に使うものなのか当ててみてよ。なんだと思う？正解！そうとも言うね。たださ、便利なのが吐きながらゴミを同時に集められるってこと。見ててよ。ほらね、こうして使えばちりとりが必要ないんだ。そっかな。大したことないんだけどな。そうだった。また何か作ったら春にあげるよ。じゃあね。楽しそうだね。お前の質問に答える義務はない。何それ？ヒロシに？お前のためにあいつが作ったわけ。そうそう、進むのことだけど、あれ片付いちゃったらしいね。あいつもバカだから、どうせ誰かに利用されていただけでしょ。それを父様に見つかって怒られてさ。ほんとバカばっかり。父様は何でも知ってるからね。進のこともお前のことも。それ貸して。名前はどうでもいいから早く貸しなよ。あい
物作ってどうするのさ、たかが使用人相手に。やっぱりバカは治らないみたいだね。嫌いなんだよね、ヒロシも。喜んでるお前も。使用人は使用人らしくゴミを拾っていればいいんだよ。いい気味だね。お前はただの使用人。僕たちは宮の森の人間。天国と地獄ほどの差があるわけ。何がひどいの？僕のしたことに文句でもあるの？言ったよね。僕はお前を辞めさせてやるって。そろそろ辞めたら？いい加減鬱陶しいんだけど。はあ、あのさ、僕に逆らうってどういうことか分かってるの？僕に質問するな！悪いんだよ！存在そのものが悪いんだ！もういい。あっちに行け。早く僕の前から消えろ！なんなのあいつ。どうして僕に逆らうの？ものすごくムカつくんだけど。絶対にやめさせてやる。許さないからね。あの時奴は確かに違っていた。あれはトキが教えた型ではない。では一体何なのだ。あの茶会に備えていたのか。何のために。トキもはっきりしたことは言わずに帰っていった。となればやはり奴に問いただすしかあるまい。そこに置け。シゲルはどうしている？わからんな。質問するな。用が済んだら去れ。そろそろ動く時が来たか。敵は少ない方がいい。ただしの持つ銀行は利用価値がある。ヒロシは殺すわけにはいかない。佐伯の力は俺も欲するところだからな。だがシエルは必要なかろう。どうせ半分しか血のつながらぬ兄弟だ。切るか。そうだな。それがよい。なぜさっさと切らなかったのか。俺としたことが。何事か。使用人には向かぬようだな。お前のようなものは
自害した方が良いのではないか。その方がよほど国のためになる。さっさと片付けておけ。そこをどけ。邪魔だ。また何か壊したのか。それがいくらするのか知っているのか。お前が一生かかっても買える代物ではないのだぞ。だいたいお前は物の価値が。なんだ。そうしろ。おい。やめるのか。使用人を辞めるのかと聞いているのだ。どうなんだ。迷惑か。だったらやめろ。お前に使用人としての価値がないことぐらい自分で理解しているんだろ。であればさっさと田舎に戻れ。その方がお前のためだ。使用人とはその名の通り使用される人間のことだ。使う価値のないものは使用人にはなれん。ま、使えない人間はどこにいても邪魔だがな。泣けば済むと思っているのか。ふん。まるで子供だな。今だけ泣くことを許してやる。気が済むまでそこで泣いていろ。では私はこれで。おい。血迷ったか。離れんか。離れろ。使用人ごときが私に触れるんじゃない。
だったら続ければいいだろうが、向いていないのならば努力で補えばいいだけのことだ。その努力もできないのであればここを出ていけ。使えない使用人に用はない。だがやる気のない者は生きる価値すらない。落ち着いたならさっさと離れろ。お前が抱きついているのは誰なのか分かっているのか？何なんだ一体。用途は何だ？その前に先ほどの件見させてもらった。何のことだ？女遊びであれば芸者や遊郭で済ませばよいものを、それでは足りぬと見える。使用人にまで手を出すようになったか。私が使用人に手を出すだと？落ちたな。だから一体何の話？ああ、先ほどのことか。あんな小娘のどこがいいのだ。使えぬ使用人など自害してしまえばよいものを。そう言ったのか、あの使用人に。はあ、それがどうした？なるほど、それでか。遊びもほどほどにせよ。宮の森に傷がつく。そういう大佐もよく遊んでいたではないか。私が知らないとでも思っていたか？若い頃の話だ。貴様とて。不毛な過去の話をしに来たのではない。さっさと要件を言え。そうであったな。実は先日の茶会の件についてだ。シゲルのことか？なんだ、分かっていたのか。当たり前だ。大佐、あれはシゲルが動いたのではない。おそらく安田であろう。安田静子か。あの女。当主が選んで結婚した女だ。まさか芸者に惚れて水揚げするために結婚したと思っていまい？無論だ。だがなぜたかが茶会に安田が出てくるのだ。要は何でもよかったのだろうな。我々が一堂に会する場所であればどこでもな。選択肢の中に安田がいることを印象づけるためにシゲルを使った。さすが芸者が考えることだ。前に出すぎず、かつ引き下がることもせぬとは。私と大佐の一騎打ちに見えたこの戦いも、実は我々以外にも敵がいるということだ。進むも侮れぬな。例の件か。あいつ自身は敵に値しないが、問題は誰が操っていたか。そして広島な。佐伯は今や首相だ。となると正志は問いや、時の情報によれば今日で井村も動いているらしい。題ない。何？関東進出を目論んでいるそうだ。近々井村が来るだろう。なるほど。全ては今月末の当主の話次第か。見たわよ。
の話じゃないわね。だってあの正様に抱きついたんですもの。言うわよ、何度でも。今度こそ決定的、決定だ。はい、決定解雇。知らないわよ。だって私関係ないもの。諦めなさい。